こんにちは、スタローンです。最近ですね、コメントを見ておりますと、焚き火台が欲しくて、私のチャンネルを見てくださっているというよりは、焼却炉をなんとかしたくて、チャンネルを見てくださっている、そういった方が多いような気がしています。私もね、田舎に住んでいますからよくわかるんですけれども、敷地内にね、なんだかわけのわからない木が生えている。しかもね、その木は自分でね、こう植えたのではなくて、どこからかね、種が飛んできて芽を吹いて、いつの間にかね、どんどん大きくなって、でその大きくなった木っていうのがね、何かね、美味しい木の実でもなるならいいんですけれども、ひたすらね、枯れ葉だけがね、どんどんして何も美味しい木の実がならないっていうね、そういう木が家の敷地の中にね、何本もあったりします。放っておくとどんどん大きくなるし、枯れ葉をどんどん落とす、だから枝を剪定するわけですけれども、そのまた枝がね、水分をたくさん含んでるから、燃やそうと思ってもなかなか燃えてくれないんですよね。で小さくこう刻んでね、地域指定のゴミ袋に入れて出すなんていうことはね、バカバカしくてできません。なのでなるべくね、自分の敷地内で焼却してしまいたいんですけれども、それをね、安全に素早く焼却できる方法がなかなかないんですよね。ドラム缶を使った焼却炉なんていうのもありますけれども、ドラム缶1個ね、結構な値段がすると思います。でどうしてもね、雨ざらしにしてしまうので、すぐに錆びてね、ボロボロになったりするんですよね。というわけで、一番お手軽な焼却炉として候補に上がるのがこのペール缶だと思います。ペール缶ね、販売してらっしゃる方もいらっしゃいます。だいたいね、1個300円、私も1個300円でね、大量に購入しています。ということで、今回はですね、焼却を目的にした焚き火台、しかもね、ロケットストーブ、しかも今回は何も使わず、このハンドグラインダーのみで勝負してみたいと思います。それでは行ってみましょう。そうそう、今回使うのはこのペール缶2つです。まず1個目のペール缶、これはですね、燃焼室として使います。燃焼室なので、薪の投入口といいますかね、ゴミの投入口が必要です。この辺りかな、ざっくりと作りますけどね、この辺りに開けようかなと思います。今回使う道具はね、グラインダーのみです。なのでハサミを使わないので、このプラスチックのね、グリップ部分、ここはね、根元から切断して処分します。はい、燃焼室は完成です。次、もう一つのペール缶で煙突を作ります。こちらの煙突にもこのハンドル必要ありませんので、これもカットします。で問題はですね、これを煙突にするとき、こうやると重なっちゃうじゃないですか。煙突になりませんよね。でこういう風にすると、そこをね、くり抜いてこういう風に重ねると煙突にはなるんですけど、絶対に落ちちゃいますよね。なのでどうするのかというと、この底面部をくり抜くんじゃなくて8等分します。ちょうどピザと一緒ですね。この部分をくるくるくるっと丸めます。そして最後はこんな感じで外に折り曲げます。
こんな感じになります。そして燃焼室の上にですね、こうやって持ってきて、できました。実はね、こうやって私もね焼却炉を作ったんですよ。その時はですね、ラジオペンチでこうつまんでくるくるっと回転させたんですよね。なので今回はこう手で大雑把にパッパッと曲げたんですけど、ちょっとね厚みがありすぎたみたいで、1回2回折って3回目はねストンと大きく曲げてあげた方がいいみたいですね。寸法的にはこういう感じで、三つ折りになっている部分がストッパーになって、これ以上落ち込むことはないんですね。これでロケットストーブ完成です。それでは早速火入れしましょう。焼却炉として使う場合にですね、やっぱりこう煙もくもくっていうのをね、ご近所迷惑になりますので、そういったところが気になるかと思います。火がつくまでですよね。火が完全につくまではちょっと煙もくもくしますかね。それとペール缶もですね、一応中を洗浄してくださってるんですけれども、ある程度の油分がね残っていると思われます。ですのでその油分がね燃えてしまうまではちょっと煙っぽいものがね出やすいかなと思いますね。はい、こんな感じでね、早速火がつきました。そうすると、煙の量もねかなり少なくなりましたね。中はこういう感じです。もうここまで来ますとね、ここの横のこの部分ね、ここは薪の投入口というより空気の取り入れ口みたいに考えていただいて結構です。つまりこうですよね。
そして庭のね木の剪定をした場合、こういうのがいっぱい出ると思います。もう上から放り込んでいただいて構いません。はい、じゃんじゃんいきましょう。こういうちょっとね太いのもあるんですけど、これもね、こんな風にね節があったりするのでちょっと巻き割りしんどいんですよね。ゴーっていう音聞こえますかね。はい、この感じ、いつものロケットストーブですね。この部分ねこう軽く R つけて完全にこう90度に曲げてないんですけど、これねいろいろ試した結果ちょっとね斜め45度ぐらいに曲げてる方が都合がいいんですよね。風の影響を受けにくいです。そして中のねこういった枝なんかが外にね飛び出さないんですよ。なのでちょっとねこういう風にここの口をね塞がない程度に、曲げておくのがいいと思います。いまだにねゴーっていう音が聞こえてますね。中の様子はこんな感じです。ちょっと太めの薪が3本ぐらい燃えてるだけなんですよね。普通だとメラメラ燃える薪じゃないですか。ですけれども
ロケットストーブになるとやっぱりね、上昇気流の勢いがすごくて、上昇気流の勢いがすごいですから、当然ここから入ってくる空気もね、大量なものになります。なのでゴーっていう音聞こえるんですよね。で当然太い薪もメラメラ燃えるんじゃなくて、ゴーッと勢いよく燃えてます。当然剪定した枝なんかもね、よく乾いてる必要があるとは思うんですけれども、乾いてさえいればね、しっかりと燃えてくれると思います。はい、今ね完全に火が消えました。まだ消えてないのかな、ちょっとまだゴーって言ってるんですよね。でもね、大きな炎はもう消えたかな。熱い。たくさんね薪放り込みました。そこそこ太い薪も今回はねそのまま放り込んだんですけれども、いかがでしょう。中はこんな感じですね。あれだけたくさん薪突っ込みましたけれども、ほとんどね灰になっちゃいました。本当によく思いますね、ロケットストーブ。今回のロケットストーブのね特徴といいますかね、目玉商品ですね。これです。これ動画で公開したの初めてなんですけれども、最初ねちょっとうまくいきませんでしたけれども、我が家でね使ってるミニ焼却炉はまんまこの形なんですよ。でその時作ったのはラジオペンチでねこうくるくるっと巻いて適当に上からね放り込んだら、しっかりとそれがストッパーになってねうまく止まったんですけれども、今回はですね、ラジオペンチ使ってなくてね、自分の手で折り曲げたので、ちょっとね寸法大きくなりすぎて最初うまく入りませんでした。動画の途中でもね申し上げましたけれども、三つ折りにした部分、その部分がね、ちょうどねここの隙間にね、ぴったりはまるぐらいがいいと思いますね。そうするとここのね色が変わっていないところありますけれども、ここまでペール管を差し込むんで、そしてこのストッパーできっちりと止まるというふうに、ねなると思います。これねスポッと入ってそれなりのね強度があってね、で煙突だけ持って持ち運んでも、取れることないです。焼却炉ですからね、一回組み立ててしまうと、あとはね、中でねゴミ燃やしたり枝を燃やしたりしてねガンガン使って、熱でねもうボロボロになったらまた新しいものを作るっていうね、そういうサイクルになると思いますのでね、このままねガンガンお使いいただければと思います。そしてこのね最初のほ口といいますかね、薪の投入口ね、本当はね薪の投入口というより空気の取り入れ口なんですけれども、この部分のこれね、我が家で使ってるのはこういう風にしてます。45度ぐらいでね立ち上げて、あとはねこうくるっと R をねつけて、こういう形にしてるんですよ。で屋外で使ってるので風が吹いた時ね、なるべく風の影響を受けないようにと思って、こういう風にしてるんですけれども、そんなに意味はないかもしれません。燃えてる時はここからねもう大量に空気がどんどん中に入っていくので、中からね灰が外に出るとか、風が吹いたからといって中のねものが外に出るなんていうことはね、全然ないです。はい、ということで、今回はロケットストーブというか簡単に作れる焼却炉のご紹介でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。